ご視聴ありがとうございます。今回は、開業予定まであと6ヶ月を切った芳賀宇都宮 LRT、通称ライトラインの動画、後編です。去年11月に試運転が始まった区間と、車両基地をご紹介した前編に続き、残りの区間の様子と路線を取り巻く事情を解説します。前編をまだ見ていない方は、概要欄から見てくださいね。ここは、前回最後にご紹介した、平石停留場です。全長 14.6 キロの路線のうち、およそ4分の1程度の場所であり、施設自体は完成しています。周辺の交通との乗り継ぎ拠点、トランジットセンターに位置づけられており、周辺では他の交通機関の乗り入れスペースが構築中です。2面4線の停留場も壮観ですが、周辺の施設が作られていく様子もワクワク感が漂いますね。ここから先、東側で道路をくぐる場所も、構造物はすでに出来上がっています。ただし、周囲では通行止めの道路もあり、迂回路が張り巡らされているなど、付随する工事はまだまだ続きます。また、この辺りではライトラインの軌道を通すのと同時に区画整理をしたため、道路の建設が進んでおり、大雨に備えた貯水池も建設中です。意外と工事が進んでいるこの区間、実は3月1日から試運転が始まっています。試運転区間は、平石停留場から下り、清原工業団地まで。ただし清原工業団地は停留場名ではなく、実際の運行区間は、グリーンスタジアム前停留場までです。終点まで運転しないところに、なんだか裏がありそうですね。平石停留場からまっすぐ伸びてきた軌道は、この踏切を挟んでさらにまっすぐ伸びていきます。専用軌道でありながらコンクリートとアスファルトで固められ、既存の路面電車の専用軌道とは趣が違います。この先にあるのが、平石中央小学校前停留場。併用軌道区間では、手前に右折専用レーンを設けるためホームが互い違いになっていましたが、ここでは相対式になっています。前回は側面のガラスがはまっておらず、発車案内表示器も調整中だったこの停留場、すでに完成しているように見えますが、ガラスには注意喚起の張り紙があるほか、停留場名を付ける作業も終わっておらず、アプローチ部分の工事もまだ途中です。ここから先も、軌道はしばらくまっすぐ進みます。前回はレールの敷設も終わっておらず、周囲も工事中だった場所ですが、工事は一段落したようです。向かって右奥に見える倉庫は軌道と重なる位置にあったため、重なる部分だけが解体されました。橋の色だけが違うのはそのためであり、他にも軌道と重なる住宅などが複数見られます。用地買収の交渉が難航したらしく、この辺りは工事が比較的遅れていた区間で、周りには不自然にがらんとした土地などもあり、移転を求められた人が多くいることが伺えます。空中写真で比べるとこの通り。これなら調整に時間がかかったのも納得です。そしてこの先で、軌道は砂利を敷いたバラスト軌道になります。左右は壁で支えられ、右カーブで高さを上げた後、木々の間に消えていきます。既存の路面電車ではまず見られない大掛かりな構造ですが、よく見るとこれまでは架線が1本のみのタイプだったのが、上下1本ずつで支える、一般の鉄道と同じタイプになります。この先にあるものこそ、冒頭の路線図にも映っていた栃木県有数の河川、鬼怒川です。交差部分の川幅は、堤防の頂点の間で600メートル弱。LRT 単独で川を渡るため、専用軌道の端で一気に渡ります。そして車両の設計最高速度は時速70キロ。開業時は路面電車が従う軌道法の関係で時速40キロに制限されますが、特別な認可を受けて最高速度を引き上げる構想があり、その時には専用軌道ではもっと速い速度で走ることになりそうです。上下1本ずつの河川も安定した走りを支えるためのものです。鬼怒川橋梁の工事は水量が増える夏場を避けるため、4年以上前から始められ、今から1年以上前に完成。周辺を含めて46億円の費用が投じられています。強度を確保しつつ橋脚の数を減らし、治水対策にも配慮されています。ただし一度高さを上げた軌道はこの先で高さを下げた後、再び高さを上げていきます。そしてそこに、停留場の屋根らしきものが、鬼怒川を渡った軌道は高さを下げるものの、地上までは降りません。そこにあるのが、飛山城跡停留場。
ホームが地上にないのはライトラインではここだけで、周辺とのアクセス道路が構築されています。ただし、元は1月25日完成予定となっているのが、3月24日完成予定に上書きされています。宇都宮市が発注する公共事業のため請負額も載っており、その額1億2000万円余り。停留場に付随する道路整備だけでこの値段ですから、全体では驚くほどの金額になりそうです。なお、ホームは軌道を横切る踏切でつながっているほか、横には階段なども作られる予定で、真下には軌道をくぐる道もあります。ここは上下線で進み具合が異なり、これまで見てきた区間とは状況が違います。ちなみにこの停留場、計画段階では近くにあるバス停と同じ名前でしたが、この北東600メートルにある史跡の名前が正式名称になりました。その史跡、飛山城跡は、鎌倉時代末期に築城された城郭の跡地。鬼怒川を渡る前のカットでそびえていた、あの木々がある場所です。ここからは鬼怒川を渡るライトラインの軌道も見えるほか、天気が良ければ富士山も見えるそうです。そして飛山城跡停留場の先で、軌道は再び高さを上げていきます。軌道を地上まで下ろさないことで勾配を緩くでき、道路との平面交差を避けられます。この奥から逆側を見た様子がこちら。飛山城跡停留場のために高さを下げた後、一時的に緩やかな部分を挟んでさらに上がっていきます。そしてさらに軌道は高さを上げ、その先で下り勾配に転じます。のどかな場所をぶち抜くコンクリートの構造物、土木の力を感じます。そしてこの高架線は降りながら道路を横切り、左カーブでさらに高さを下げ、今度は別の道路をくぐります。あの道路の上から見たカットがこちら。勾配と曲線を巧みに組み合わせ、地形をかわして進んでいきます。前回はこの下のあたりの軌道の敷設が途中でしたが、それらも完了しており、軌道は今度は上り勾配で高さを上げ、次の停留場へと突撃します。このあたりの勾配は、実に60%ミル。あの薄い峠に迫るもので、すでに試運転も始まっており、車両の性能確認が行われています。ここが、星稜高校前停留場。実はこの停留場は、去年6月の時点でほぼ出来上がっていました。今では多くの停留場がほぼ完成していますが、当時宇都宮駅側から回った時、ここまで仕上がっていたのは、この停留場が最初でした。停留場名のサインもついており、先に見た2つよりも仕上がっているのがわかります。ここから 2.5 キロほど、軌道は工業団地の中を進みます。工業団地なので土地は平坦であり、スペースにも余裕があったため、軌道や停留場の工事が早めに進んでいたのです。ここから600メートルほど先の交差点の向こうにあるのが、清原地区市民センター前停留場です。トランジットセンターは、軌道の左、北側にあり、バスやタクシーなどが入ります。ここにあるのがその出口で、工場の出口を兼ねているようです。その奥には駐輪場もあり、多様な交通手段に配慮されています。そしてこの奥、停留場の横には待合スペースもあり、外壁には栃木県で採れる大谷石が使われています。大谷石は柔らかくて加工しやすいのが特徴の石材で、古くから建材として使われてきました。近代的な見た目が特徴のライトラインの停留場でも、ベンチの台座として使われているなど、地元ならではの品物が活かされています。なお、構造は一面二線の島式。途中駅では初めての形態で、ここも含めてあと1カ所しかありません。そしてこの先で、軌道は道路を斜めに横切ります。ただし道路の真ん中に入るのではなく、横のスペースを颯爽と走ります。この辺りは1年以上前には整備が済んでいた場所ですが、他の区間と繋がっておらず、試運転などが行われない状態が続いていました。この場所はもともと、車道と両脇の歩道の間隔が広く取られていたのですが、右側にライトラインの軌道を通すため、こちら側は歩道が車道の隣に移されました。そしてこの先には、直進と左の進路指示ができる信号機があり、その先で下り線の軌道が2つに分かれます。ここが、グリーンスタジアム前停留場。ライトラインでは快速列車の運行が計画され、これは追い越し線としての利用を意図したものです。ホームには作業員の姿があり、テープが貼られたままになっているところもあるなど、まだ完成ではありません。ホームの先端にも進路指示付きの信号機があり、軌道自体はここで合流しますが、
奥には上下線の間に渡り線があります。この停留場の名称になっているグリーンスタジアムは、この東にある施設で大規模なサッカーの試合などができます。この渡り線を使えば、グリーンスタジアムでのイベント開催時にここで折り返す列車を設定でき、限られた編成で大量輸送ができるというわけです。なお、試運転が行われている区間はここまで。前回あった蜂の巣は、あえなく剥がされてしまいました。この先の右カーブを抜け、グリーンスタジアム前停留場から800メートルほどのところで架線がなくなり、下り勾配になると、軌道は工業団地を抜けます。正面にある歩道橋は、軌道を主張する位置にあったため掛け替えられたもので、前回と同じく、ここだけ軌道が出来上がっていません。開業予定は今年8月と言いますが、本当に大丈夫なのでしょうか。ただし、試運転がまだできない原因は、これより先にもあります。この先で道路が高さを下げるのに対し、軌道は高さを戻して右へと向きを変えます。そして道路の方は、もともと車線がくっついていたのを広げ、間にオーバーパス用の高架を作っています。この奥で撮ったカットがこちら。車が絶えず行き交うこの場所、ライトラインの軌道は、交差点を避けて90度向きを変えています。そして正面の信号機を見ると、斜め方向の矢印が出ることもあります。ここが、ライトライン全体の計画に影響を与えた場所です。私が進んできた国道と、東西に伸びる県道が交差するこの交差点は交通量の多さで知られ、ライトラインの建設と並行して南北方向のオーバーパスが建設中です。また、小さいですが南東に伸びる道路もあり、車線は複雑に絡んでいます。ライトラインの立体交差の建設にあたり、道路への影響を避けるために規制範囲を限定していましたが、実際にはその規制範囲でも道路への影響が大きかったため、万一のことを考えて、範囲を縮小することになりました。これにより複数の作業を同時にできなくなり、工期が伸びたのです。当初は橋脚を立てる工程で遅れを取り戻す予定でしたが、機械や人員の手配がうまくいかず、遅れを完全に取り戻すことはできませんでした。前回訪れた時は、橋桁部分が絶賛構築中でした。横にある看板を見ると、完了時期がたびたび延期されていたことがわかります。軌道の敷設は済んでいるものの架線中はまだなく、工事の遅れ具合がわかるこの場所、ここから下り方では架線も張られており、その違いがよくわかります。この次の停留場では、側面のサインの取り付けも終わり、アプローチ部分も出来上がっています。前回は骨組みだけだったのに比べると、大きな進歩です。順調そのものに見えますが、この先ではそうでもありません。この停留場ではサイン工事がまだ終わっておらず、裏面ではまだ取り付け中です。次の停留場も同じで、さらにその次では、黄色と黒の帯の取り付けが済んでおらず、ガラス面がそのまま。雲行きが怪しい感じです。一方、ここはトランジットセンターに位置づけられている停留場の一つで、この右奥、軌道の南東では絶賛工事が進んでいます。今年8月の開業を目指し、すべてが急ピッチです。そしてこの先で、軌道は90度向きを変え、北へと進みます。架線の張り込みも終わり、工事完了に見えますが、軌道の間のフェンスがついておらず、工事はまだ途中です。全線通しの試運転がまだできていないライトラインですが、早く試運転をしたい理由が、この先にあります。平坦な区間は300メートル程度で終わり、軌道は60ミルの勾配で高さを下げ、そこから同じ勾配で高さを戻します。これは谷底に当たる部分に田んぼや川などがあり、工業団地を造成するときにここを埋められなかったのが理由で、横には住宅もあり、道路丸ごと高架で突っ切るわけにはいかなかったようです。高さを下げてから戻すダイナミックな線形だけに、中盤で見た場所よりもインパクトがありますね。一方、この先にできる予定の停留場は、建屋が姿を見せた段階です。前回は影も形もなかっただけに、景色がガラリと変わりましたが、ホーム中央のガラスはまだついておらず、ベンチにもシートがついています。なお、この通りには樫の森公園通りの名前がついており、一帯は桜並木になっていたのですが、ライトラインの建設に伴って木々は切り倒されています。そしてこのカーブを抜け、進路矢印がついた信号の奥にダブルクロスポイントがあり、起点から 14.6 キロ離れた、芳賀高根沢工業団地に到着です。
当初はすぐ脇にあるホンダに習い、ホンダ技研正門という名称でしたが、前編でご紹介したベルモールと同じく、変わることのなさそうな名称に落ち着いています。道路の中央に一面2線のホームができる予定で、前回よりは構築も済んでいるものの、終端部の建物はまだ骨組みだけで、完成には程遠い感じです。なお、終端部のさらに奥にあった歩道橋は一旦解体され、作り替える工事が進んでいます。横断歩道を渡らなくて済む動線になりそうですが、すべての停留場をバリアフリー化しているライトラインだけに、地上からアクセスできるルートも残るのか、それかエレベーターがつくのでしょうか。そしてここ、他の停留場と比べても工事が遅れているように見えますが、実は去年8月に工事の遅れが明らかになった場所です。今年8月の開業予定まで6ヶ月を切っていますが、本当に大丈夫でしょうか。そして、去年11月に試運転が始まった平石停留場よりも上り方の区間に続き、グリーンスタジアム前までの区間でも試運転が始まったライトライン。今年8月の開業に向けて工事の調整も進み、期待も高まる計画ですが、その先には思わぬ課題もあります。ライトラインの工事費は、当初460億円ほどとされていたのに対し、立体交差部分の地盤補強工事や、用地買収の難航などが響き、1年余り前の時点で680億円余りにまで膨れ上がっています。2度目の開業延期を招いた工事費の増加を加えればさらに増えるのは間違いなく、開業延期になった分の運賃収入がなくなることで、運営会社の経営はより厳しくなります。最初の開業区間も想定より後ずれしているライトラインですが、この路線には2つの延伸構想があります。一つが、東にある芳賀町の中心部までを結ぶルート。そしてもう一つが、宇都宮駅で JR 線をまたいで西側に出るもので、宇都宮市の中心部はむしろ JR の駅の西側なので、市街地の活性化につながると期待されています。西側への延伸は、24年中の免許取得、26年中の着工、30年代前半の開業を目指していますが、JR 線との交差部分では、在来線の上、そして新幹線の下をくぐる難しい工事が必要です。また、ライトライン単独の延伸に加え、周辺路線との乗り入れ構想もあり、それらの路線で使用されている 1067mm の機関が採用されています。夢が膨らむプランですが、これらの計画には、膨らんだ事業費によってそのハードルが上がった最初の開業区間の運営が成功することが不可欠です。この区間の運営が成功し、今後の延伸計画や他の都市での構想にプラスの効果が出るといいですね。ご視聴ありがとうございました。